こんにちは、さきです。今日も聖書朗読をしていきたいと思います。6日目、イザヤ書11章1節から10節。エッサイの株から一つの芽が萌えいで、その根から一つの若枝が育ち、その上に主の霊がとどまる。知恵と識別の霊、思慮と勇気の霊、主を知り、恐れ敬う霊。彼は主を恐れ敬う霊に満たされる。目に見えるところによって裁きを行わず、耳にするところによって弁護することはない。弱い人のために正当な裁きを行い、この地の貧しい人を公平に弁護する。その口の鞭をもって地を打ち、唇の勢いをもって逆らう者を死に至らせる。正義をその腰の帯とし、真実をその身に帯びる。狼は子羊と共に宿り、豹は子ヤギと共に伏す。子牛は若獅子と共に育ち、小さい子供がそれらを導く。牛も熊も共に草をはみ、その子らは共に伏し、獅子も牛も等しく干し草を食らう。父の御子は毒蛇の穴に戯れ、幼子はマムシの巣に手を入れる。私の聖なる山においては、何者も害を加えず、滅ぼすこともない。水が海を覆っているように、大地は主を知る知識で満たされる。その日が来れば、エッサイの根は、すべての民の旗印として立てられ、国々はそれを求めて集う。そのとどまるところは栄光に輝く。7日目、ミカ書5章、1節から4節。エフラタのベツレヘムよ。お前はユダの氏族の中でいと小さきもの。お前の中から私のためにイスラエルを治める者が出る。彼の出生は古く、永遠の昔に遡る。まことに主は彼らを捨て置かれる。産婦が子を産むときまで、その時彼の兄弟の残りの者はイスラエルの子らのもとに帰ってくる。彼は立って群れを養う。主の力、神である主の皆の威厳をもって、彼らは安らかに住まう。今や彼は大いなるものとなり、その力が地の果てに及ぶからだ。彼こそまさしく平和である。アッシリアが我々の国を襲い、我々の城郭を踏みにじろうとしても、我々は彼らに立ち向かい、7人の牧者、8人の君主を立てる。8日目、詩編23章。主は羊飼い。私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らせてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。
死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめるものを前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。詩編50章。神々の神、主は御言葉を発し、日の出るところから日のいるところまで、地を呼び集められる。麗しさの極みシオンから神は権限される。私たちの神は来られる。黙してはおられない。見前を火が焼き尽くしていき、身元には嵐が吹き荒れている。神はご自分の民を裁くために、上から天に呼びかけ、また地に呼びかけられる。私の前に集めよ。私の慈しみに生きる者を。生贄を備えて私と契約を結んだ者を。天は神の正しいことを告げ知らせる。神は御自ら裁きを行われる。私の民よ、聞け。私は語る。イスラエルよ、私はお前を告発する。私は神。私はお前の神。捧げ物についてお前を責めはしない。お前の焼き尽くす捧げ物は常に私の前に置かれている。私はお前の家からお牛を取らず、囲いの中から親木を取ることもしない。森の生き物はすべて私のもの。山々に群がる獣も私のもの。山々の鳥を私はすべて知っている。獣は私の野に、私のもとにいる。たとえ飢えることがあろうとも、お前に言いはしない。世界とそこに満ちているものは、すべて私のものだ。私がお牛の肉を食べ、親木の血を飲むとでも言うのか。告白を神への生贄として捧げ、意図高き神に満願の捧げ物をせよ。それから私を呼ぶがよい。苦難の日、私はお前を救おう。そのことによってお前は私の栄光を輝かすであろう。神は背く者に言われる。お前は私の掟を片端から唱え、私の契約を口にする。どういうつもりか。お前は私の諭しを憎み、私の言葉を捨てて顧みないではないか。盗人と見ればこれに組みし、姦淫を行う者の仲間になる。悪事は口に親しみ、欺きが舌を御している。座しては兄弟をそしり、同じ母の子を中傷する。お前はこのようなことをしている。私が黙していると思うのか。私をお前に似たものとみなすのか。罪状をお前の目の前に並べて、私はお前を責める。神を忘れる者よ、わきまえよ。さもなくば、私はお前を裂く。お前を救える者はいない。告白を生贄として捧げる人は、私を栄光に輝かすであろう。道を正す人に、
私は神の救いを示そう。10日目、マラキ書3章の1節から4節。見よ、私は使者を送る。彼は我が前に道を備える。あなたたちが待望している主は、突如、その聖女に来られる。あなたたちが喜びとしている契約の使者、見よ、彼が来る、と万軍の主は言われる。だが、彼の来る日に誰が身を支えうるか、彼の現れるとき、誰が耐えうるか。彼は精錬する者の火、洗う者の悪のようだ。彼は精錬する者、銀を清める者として座し、レビの子らを清め、金や銀のように彼らの汚れを除く。彼らが主に捧げ物を正しく捧げるものとなるためである。その時、ユダとエルサレムの捧げ物は、遠い昔の日々に過ぎ去った年月にそうであったように、主にとって好ましいものとなる。